皆様こんにちは。アシッドコーヒーの塚田健太です。今週もアシッドコーヒーの YouTube どうぞお楽しみくださいませ。はい、今週も豆紹介です。先週に続きね、6種類実はニューリリース出してます。はい、もうすでにオンラインショップには上がってるんですけど、紹介していきたいと思います。一つ目、はい、ケニア。来ましたね。ケニアのニュークロップ。もうケニアといえばバチバチのサミースーパーフルーティー。たまりません。普段ケニアは緑色のカードを使うことが多いですけど、今回は赤しちゃいました。はい。バチバチ赤いケニア本気です。もう一個コロンビアね、特殊生成バチバチケミカルフルーティーです。以前エイプリル紹介しましたね。あそこと同じ農園ウバミランですね。ピタリートにあります。ピタリート確かやっとる系ですよね。高ファーメンテーションなんで確か何かしらのフルーツと一緒に漬け込んでやっております。でこれもねケミカルフルーツでエイプリルよりちょっと重い感じ、ちょっとマッチョっぽい感じ、男性向けの香水みたいな、ちょっとこう色っぽさみたいな感じなのに結構パリピな感じです。はい、じゃあやっていきましょう。で今日はちょっとケミカルフルーツからいきましょうかね。はい。おい、香りがやべえ。そうだちょうどいいんでね、いっぱい入れたい時のレシピもご紹介しましょうか。アイスのレシピはこっちにこう書いてあるじゃないですか。一番この右のやつなんです。190注ぐんですけど、このフルのレシピ 15g のやつ、これをそのまま 23g のコーヒーでやるといっぱいのアイスができるんです。X ブルームの裏技的に書いてありますよね。そう。X ブルームもそう。あれよく使ってます。あれいいですよね。うちもやっぱり朝コーヒー入れていっぱい飲みたい時、もう23入れて A のボタン、フルのボタン。それのハンドドリップ版ですね。ほんと召し上がれみたいな、そういう簡単なやつ欲しいっすね。目覚めよ。お湯を注ぐ時に目覚めよっていうおもろいかもしれない。ではやっていきましょう。目覚めよぽいわ YouTuber っぽい。ほんとうさんくさい。いちいち目覚めよ。うわすげえ香りじゃん。うわ激烈パッションフルーツ。ブルーベリーって書いたんだけど、すげえパッションフルーツ感じます。半端ねえ。やっとんねこれ。ほら見てください、これ高い、さっきより。やっぱり豆の量が多いから濃いのが欲しいんですね。そう、目覚めよって言ってる俺がこんだけ眠そうなの一体どういうことでしょう。比較的目覚めちゃうんですか。ボクシング行ってきたからね、キックボクシングね。今日はサンドバッグいっぱいしばいたんですけど、あれが一番疲れるね。結構フルスイングできるじゃないですか、サンドバッグだと。ぜいぜい言ってますよ、1分で。でもそしたら息を吐きながらやれって言うんですよ。だからみんなシュッシュって言うじゃないですか。なんで打つたびシュッシュ言ってんだろうって言ったら、息吐いてたんですね。そういうことか。そう。俺もこうバーンとかバーンとかその乗り方思ったら普通に入ってたんですね。でもマジでちゃんとそこで呼吸できてないとほんと無酸素運動なので超息切れするんですよ。俺もちょっとこれからシュッシュちょっと精進します。俺ね、走るのとか大嫌いなんですよ。あとね、ボール大嫌いなんですよ、僕。キュウリだね。ドッジボール大嫌い。もうどこ飛んでくるかわかんない。絶対顔で受けるんですよ。だから本当に嫌いで、
いや俺は運動向いてなかったのかと思ってたんですけど、まあ、高校の時にダンスやって、ああなるほどこれだったらできるわと思って、もっと小学校の時からなんかキャッチボールとかじゃないそういう遊び学校で取り入れてくれたらね、俺はこんなになんか卑屈じゃなかったかもしれない。いやでもマジでね、ほんとなんかパッとしねえなって思ってる人はね、ぜひもうほんとキックボクシングやってみてください。なんか自分やっぱパッとしなかったんだって気づいて、でも通うたびになんか良くなってるなっていうのを実感できるんで。はい、できましたよ。落ち切りです。でここに氷を入れていくという。で氷はだいたいね100g 手でやっちゃうよ。炎上しそう、こういうの汚ねえみたいな、生理的に無理っつって手でやんなよって。炎上怖えよマジで。ほんとこの間インスタでそれこそネグローニ作ったんですよ。でネグローニってすごい比重が重いカクテルだから、なんか僕ちゃんと混ぜるとうまいっていうことを聞いてやったんです。でスタッフに教えるために動画撮ってノリであげたんですよ、インスタに。であとそれを浅草のとあるすごい有名なバーがやってたやり方で、マンハッタンとかもそうなんですけど、あんまり加水させたくないんだけど比重がクソ重すぎてめっちゃ混ぜづらいものを氷にこう糸のようにこう垂らしてこう氷をうがつ感じにするんですね。でそうするとそこで氷が溶けてすげえ均一に加水されるんですよ。でそれをやったらマジでなんか知んねえけどイタリア圏のやつらから「そんなん意味ねえよブラザー」みたいな、超ウケるんですけどみたいなクソリプいっぱい来てて、なんか悪バズというか、これ炎上みたいだなと思って、まず試してみなよって言ったら、いやお前それ加水が足りねえよとか言われて、よく見ろって氷で加水されてんねんとか思ったけど、本当ね、でも試しもしないでなんか悪口言うやつはカスですね。マジで本当に血統の精神が足りねえ。本当言うならもう本当面と向かって言ってくれって思う。殴っていいのは殴られる覚悟のあるやつだけですから、血統の精神でいきたいと思います。はい。まあでも本当炎上は怖いんでね、もっと柔らかに。ほらちょうどよく氷が溶けるでしょ。で家だと僕ロックアイス買ってるんですよ、正直。だって美味しいもん。製氷機の氷で白いのいっぱい混じったりするけど、氷でこうやって冷やして飲むときはグラスにロックアイス入れて飲んでます。このグラスいいですよね。これどこのですかってこの間来てましたね。これどこだったっけな、なんかねグラスわさびで検索すると出ますよ。わさびこれなんかわさびどっかが作ってるとこのわさびっていう品番らしいんです確か。目覚めスーパーフルーティー。いい色。ほらねもうブルーベリーガムみたいでしょ。うまいねこれね。ブルーベリーだねえ、すげえじゃん。すげえじゃん。で後味がすげえ長いですよね。すごいよねこれね。どうやったらこうなるんだろうね。なんかただ本当にマジで氷をバーンとぶち込んだだけじゃこうはならんと思うのよ。だからそのカルチュリンパワー、ある程度こう発酵でオラオラやった結果こうなんだろうね。すごいねこれね。こんなんだってカトゥーラとカスティージョよ。こんな味絶対するわけないじゃん。いやどうなってんだよマジでもうやっとる系だから。ほんとやっとる系無理な人は絶対買わないでねこれ。やっとる系ちょっとでも好きな人はめっちゃ好きだと思うよこれね。えほんとコーヒー業界もその味の派閥あるからね、好きなの買えっつんだよ。でもアシッドはなんか結構綺麗系もね、なんかやってるやつはやっとるって言うしね。いや特に家だとこういうのいいんですよね。なんか何も考えずって飲めるじゃないですか。だからXブルームにボーンぶち込んでジャジャーってこう出てきて、もう大喜びでしょこんなの。これガガガーっと飲んで試写会場行くかみたいな。これ買ったら塚田さんこれまだあと4箱ありますけどどうしますかって言われてそうっすねっつって美味しいっすねっつって濁してたら、塚田さんこれあと2箱になっちゃいましたよどうしますかっつって、じゃあ押さえといてくださいっつって
って言ったら「塚さん経営で1回開けちゃったやつなんですけどもう1箱出てきましたどうしますか?」とか「ちょっと安くしてきますよ」じゃあお願いします計4箱ございます100キロぐらいありますエイプリルとかとやっぱ趣違いますよねそれこそメロン味のナイトロウォッシュとかもこの農園ですよだからこんだけなんか味に幅をつけられるっていうのは本当どうかしてるすごいよね豆皿もね結構綺麗なんですよまあハンドピック結構大変だけどねいやもうそろそろハンドピックマシンが欲しいななんかね日本でちょいちょい買ってる人いるんですよね海外のとあるやつやっぱ日本のなんか代理店というかサポートいないとちょっと怖くて買いづらいんだよなでもなんかおかげさまでアシッドはちゃんとハンドピックしてるから安心して買えるってわざわざそういう風になんか言ってくれる人もいてまあ大事だよなと思って嬉しいですねやっててよかったと思ってで報われねえとか思いながらだってどんどん減ってくんだもんねえ食えるとこがみたいなそう結構やっぱでもこの特殊生成系は本当意外と焙煎難しいんで、これで青臭くなると特殊生成やだなーって感じになるんですよでこれで焼きすぎるとちょっとなんか焦げてるねってすぐバレちゃうんですよいやー特殊生成使ってるコーヒー屋で焦げてるとこ多いですよ気をつけましょうね本当でもなんだろうなこの特殊生成系の味わいってめっちゃファンキーって言われるんですけど本当派手なんで飽きも来やすいと思うんですよね正直だからうまいこと付き合ってほしいなと思いますうわすげえとか思いながらも今まで好きだった普通のコーヒーというか、トラディショナルなコーヒーもうちゃんと付き合いながらやっぱ君もいいねみたいなやってると長く楽しみますねそうジューシーなケニアですよこれも多分すぐなくなるんだろうなこのケニアもうまいもんなで今回はアイスでいきましょうなんだっけ目覚めよ本当にやるんだ目覚めよなんか失礼な気がするなコーヒーに対してうるせえって言われそうコーヒーにおめえの都合で目覚めよだ調子乗ってんじゃねえやつって言ってきそううめえよほらお前たまんないねおいでも確か機能焙煎かな確かあれどっちか書いてないじゃんこれ機能焙煎ですライムトマトジュースルイボスティーまだガスってますねいいですね気持ちいいあとは落ちきりなんかインスタで見たんですけどバーテンダーも最近筋肉系の人多いらしくてでそれで見たのダブルシェイクこうボストンシェイカーをダブルで振るんですけどめっちゃお客さん見てけどもいいよこのダンベルをですねこうやって振るんですよこれでめっちゃなんかトレーニングしてバッキバキに速いのかっけえと思ってオラーって俺もやってますただこうなるとやっぱ4キロぐらいないといけないんじゃないかなと思って今4キロ欲しいなと思いつつやっぱこう2キロでしっかり遊び倒した後にやんないとやっぱなんかすぐ飽きちゃう気がしてもうダンベルいくからそしたらこれなんかつまずくためだけの罠みたいになるじゃないですかここで、いいねうわうまそう香りがもうバチンバチンよバチンバチンそうこの YouTube はですね案外スタッフ向けに見てほしいなみたいなところもありましてスタッフにぜひ覚えてもらいたいグラスの持ち方ですこれたまに飲食店の人やってるでしょこれできますいやできないですよねどうやってるかっていうとまずこの手をこうなった時に2つ持ち方なんですけどまず1個これは俺が渋谷で6シタンカフェで初めて習ったやつですまずここですねここにこうで親指と人差し指ってこんな感じ
もう一個が、まあ、この辺かな。この辺でこう、人差し指と小指でこう挟み込む感じです。はい。で、もう一個がここね、スペースあるじゃん。ここに乗っけちゃう。でもちょっとなんか危なっかしいでしょ。だからちょっと奥に寄せて、こう、若干手をこっち側に傾けるんです。わかります？そうすると、まあ、こうやって持ってれば、まあ、大体落ちない。ね。で、もう一個持てば、基本的に、こう、トレイみたいなの使わなくても、お客さんのとこに4つ一気に運ぶことができる。まあ、家のコップとかでも、まあ、このぐらいの大きさだと、まあ、これでいけるんで、ぜひやってみてください。で、一応もう一個持ち方があって、まあ、このグラス若干きついんだけど、ここで確か持つのよ。で、そうだね。こうだったかな。どうだったかな。こうね、こう。ほら。わかる？こう。まあ、中指立てちゃってるんですけど、中指にこう乗ってんの。危なかしいじゃん、1個で。でもここで支えてるんで、で、これをちょっと手前に傾める。逆に今度は。こっち向きで。そう。でそうすると、これで3つ持てます。で、あとワイングラス編も実はあるんですよ。一応やっておくか。ワイングラスは、まあ、基本俺はこの持ち方とか、まあ結構好き。うん。でもこれ以上持たなきゃいけないときは、まあこれだとね、例えば、まあこうやって持てるんですよ、4つ。ね。ただお客さんの時に、お客さんのテーブルでこうやって置く羽目になっちゃったりして、で、基本的にお客さんのテーブルは、お前の作業台ではないので、なので、お客さんのテーブルで例えば、皿を重ねるとか、絶対ダメです。はい。で重ねないでおめえの手の上です。はい。なので、基本的にこの時はちょっと危なっかしいんですよ。もうお客さんの向きで、はい、こうですって置くならまあいいんですけど、まあ、あんま良くないけど。そう。うん。で、まあ、こうしたら、あとはこういけるじゃないですか。こうね。はい。というわけですよ。はい。あともう一個ね、空のグラスだった時、10個一気に運びたいみたいな時、10個も出ないじゃないですか。けど、こうやると大丈夫なんですね。こう。これ濡れちゃってるけど、まあいいや。こんな感じ。ほら。いけるでしょ。で、かつ、まだいけんですよ、こっちに。ここにこう。怖いでしょ？でも、ここで支えてるから大丈夫。あとはこっちにもこう。ほら。いけんの。あとね、ここにね、2個ぐらいいける。ね。たまにこれやってる、なんか人いると思いますよ。でもこれはなんかお客さんの前でやるっていうよりは、ああ、運ばなきゃみたいな時のやつだと思うんで、家でやるタイミングとかないかもしれないけど、まあでも、そんな持ち方あるんだっていうことでした。はい。まあ、あとはまあ、そうだな。基本的にあらゆるグラスとかもそうなんですけど、ベタっと持たないことね。ベタっと。マジ嫌じゃない？これで出された。はい、どうぞ。ドカーンみたいな。親父っつって、髪の毛が入っておるわい。言いたくなる。ベタっと触れて指紋もつくじゃろわい。なるじゃん。だから基本的にもう2個とか3個ぐらいの指で持てば、なんかちょっとこう、所作もちょっとね、良い感じになると思うんですよ。そう。でもやっぱりみんなこう、怖いからグッと持ちたいんだけど、まあなるべくそこを抑えて、小指立ってもいいよ。こうやって置いてあげる。で、あと、お客さんに出すときに必殺技あるのよ。高いものに見せるというか、価値がある風に見せる裏技があるんです。実は。これね、悪用現金ですよ。お客さんの前に出した後、0.5 秒止めるんですよ。これだけですごい大事なもののように見えるんですね。例えば、もう一回やりますよ。はい、おっしゃ。なんかちょっと、パパッと出された感じするじゃん。これが、なんか、ドリンクでもお水でもなんですけど、はい、お待たせしました。ちょっと止めるだけ。1秒だとくどいの。くどい。ね。バレちゃう。だからバレないようにするのが大事。サービスっていうのは。なんか構ってくれた、すごい気使ってくれたって思われたら負けなんですよ。気づかれないようにサービスするのが気が利くってことなんですね。はい。気が利くに至るまでは、その前に気を張るから。気を張る、気を配る、気を回す。あと気づくか。で、気を使う、気が利くになんですね。このいろんなステップがあるんで、ここをちゃんと、まずビッとするところから始まって、気がつくぞ、俺は何でも気がつくぞ。その前に気づかれないようにそこに気を使うっていうのが気が利くなんですよね。はい。はい。以上、新人たち頑張ってください。
アイスコーヒー飲もうか。でもその前に、なんか紹介しようかな。本の紹介やろう。本の紹介。はい。別に、すげえ紹介したかったわけじゃないんだけど、この間、なんとなく代々木上原の古本屋に娘と行ってですね、娘に宮沢賢治でも買ってあげようかなと思ったんです。2年生だから、そろそろ行けるだろう。ない。結局娘にはね、水木しげるの妖怪のやつ買って、めっちゃ漢字だらけだったんだけど、で、そこで買った、俺のお気に入りの本です。はい、まず一つ、ポール・オースター、孤独の発明。ポール・オースター読んだことありますか？いいですよ、ポール・オースター。なんか暗くて。すごいいいですよ。なんだろう、これはね、小説でもなく、なんかちょっとエッセイみたいな感じなんですけどね。マンズかっこいいんだよ、ほら。いわゆる三部作みたいなのを前に最初に出したやつかな。もう、しょっぱながいいんだよ。ある日そこに一つの生命がある。例えば一人の男がいて、男は健康そのものだ。年老いてもいないし、これといって病気の経験もない。すべては今までのままであり、これからもこのままであるように思える。男は一日また一日と歩みを進め、一つ一つ自分の務めを果たして目の前に控えた人生のことだけを夢見ているみたいな、こんな感じでね、ちょっと資料深いな俺はって思う人は読んでみて。すげえ好きだから。これはね、実はバックパッカー行った時にバラナシになんか日本人がいっぱい置いてった本のあって、でそこでなんか見つけたんですよね。その時俺孤独だったから、なんかいいじゃん、しかもポール・オースターかよっつって読んでいる。もう最高、もう俺のマイベスト本みたいな感じ。あとこれなんか知んないけど、娘が妖怪の本をずっと読んでたから、その時にこれ終わるまでちょっと見とくかと思って買ったなんか手塚治虫の上をした絵のジレッタ。まだ全然俺ほんと最初の数ページしか読んでないんだけど、とりあえずテレビマンがクビになって、でその後なんか芸能プロダクションみたいなことをやろうと思って、なんか顔を隠した歌姫が実はクソブスだったと。でそれじゃダメだねっつって、でもそいつお腹空いてる時はめちゃくちゃ可愛い顔してるんですよ。でそれに気づいて、よしお前を売り出そうっつって、お前はずっと空腹やぜっつってっていうところで今どうなるんだろうなっていう、もうほんと最初のもうここしか読んでないけど、意外となんだろう、こういう有名じゃない手塚治虫とかめちゃくちゃちゃんと面白いですよね。エンデのモモは有名ですよね。読んだことありますか？モモ。時間泥棒の話で、うわすごいなんか資本主義の教科書みたいな、なんかすごいなっていうなんか偶話なんですけど、モモはそれのなんか鏡の中の鏡っていう、なんかエンデを代表するやつの3つのうちの1つみたいなやつらしいっす。なんか短編がずっとあるんだけど、なんか短編がどうやらちょっとつながってるみたいで、なんかすごいね、暗くて夢っぽくていいですよ。はい。とあとなんか買ったやつ、これ無言の前衛だって、なんかこれ普通に読みやすいエッセイみたいな感じで、ちょうどいいです。はい。ちょっと読んだ感じだとなんか耐えられないから、みんな沈黙じゃなくて何か夢中なことを始めるんじゃねえのみたいなことを言ってて、耳が痛えけど別に俺ビバッサナはもうやったことあるしと思って、でもなんか沈黙とか無言っていうものがなんかどうやら効果的に何かに使えるんじゃないみたいなっていうヒントが隠されてそうなんで買ってみました。 Amazon で。こっちは Amazon でした。はい、飲みましょうコーヒーを。もう氷新しくしよう。ぜひね、本当新人ちゃんたちもみんなもね、本読んでほしい。本ね、ネットフリックスばっか見てちゃダメよ。ダメってことはないけど、特に YouTube ショートとかね、インスタのリールとかね、YouTube とかねそんなもんばっか見てちゃダメよ。本読もうね。そう、好きはね、自分にねこう降ってくるもんじゃないんですよ。好きなこととかっていうのは結構能動的な行為なので、ぜひ自分から何かを好きになるみたいな努力をしましょう。はい、いただきます。目覚めよスーパーフード。よく喋るね今日の俺は。本当にどうよ、バッチバチケニアたまんないね。夏はこれって感じの、もう定番ケニア。飲みたいねこれは。なんか飲んでんのに飲みたいって思う感じ。不思議だね。会ってるのに会いたいみたいな。こんなんすぐなくなっちゃうよ。うめえな。うまい。本当にうまい。すぐ飲み切っちゃう。ケニア好きっすもんね。ケニア好きっす。うめえこれ。品種はね SL も入ってるんですけど、ルイルとバティアンも入ってるんですよこれ。
だからかまあなんかそこそこちょっとこうまあ庶民的なところもありつつ、でもそれがなんかこう複雑さにつながってる感じもしてすげえいいですね。基本的にもう全体通してジューシーだな。いやーめちゃくちゃ喋ったね。今日は喋りましたね。いっぱい喋った。いやーでもなんかたまにそのお客さんで来てくれて YouTube 見てますって言ってくれるんですけど、普段そんな喋んねえから俺ごめんとか思って YouTube 見てたら最初に言ってちょっと喋るかもしれない。あどうすとか言ってけどほらなんかめちゃくちゃ喋ってくるなんかお店の人嫌じゃないですかっていう人もいるじゃないですか。どっちでもいいんだけど、だからなるべくフラットに努めてるんですよ、店の時は。なんか喋ってきたら喋るしみたいな。でなんか別に喋りたくなかったらこっちから行くこともそんなになるべくしないようにしてるんですよ。だからYouTube であんなに喋るのに全然構ってくれなかったこの人マジで裏表激しいんだなみたいなまあ思っていただいてもいいんですけど、喋りたかったら喋ってきてほしい。じゃないと喋んないからね。もう無言の前衛だから本当に、はい、なんでもないです。いやでも本当なんか最近落語聞いてるのもあってもうベラベラ喋るじゃないですか。話し家っていうだけあるからね。あれ見てちょっと偉いなと思っちゃってね、ベラベラ喋りまくろうと思ってね。でもまあ本当バリスタは水商売ですから、もう芸の肥やしと思っていろんなことを経験してほしいです、ね。芸の肥やしが本当に何でもいいから新しいことを始めてみてなるべく続けてみよう本当に。なんかやっぱり最近もう全部もうすぐやめられてすぐ新しいことどんどん入ってくるし、いろんな魅力的なもう激しい刺激もたくさんある中で自分からねやっぱ取りに行った幸せっていうのはね、じいさんになった時にやっぱり続けられる趣味みたいなるといいよね。そう自炊もいいですよ、自炊も。ぜひツナボーイとかジョージとかあとファビオとか。俺でも最初はやっぱりジョージシェフのやつをよく見てたかな。ジョージ見てなるほどと思って同じやつをファビオで見るんですよ。なるほどと思ってでクラシルのやつを見るんですよ。なるほどねってでだからその共通点が大体その料理の本質というか真ん中なのかななんて思う。クラシルもめっちゃいいですよ。クラシルのなんか YouTube とかだとちゃんとしたプロが家庭用料理を作ってるんですごい勉強になります。では今週もありがとうございました。目覚めよスーパーフルート。